チョコチップパターンの迷彩服を着ているな。チョコチップ？この迷彩のことか。うん。そんな迷彩の名は初めて聞くが。そりゃそうだろう。俺が今名付けたんだから。チョコチップ迷彩は砂漠地帯での偽装用に考案されたものだろうな。砂や岩みたいな色の背景では有効なはずだ。なるほど。だがなぜチョコチップなんだ？似てるじゃないか。何に？少佐がいつもおやつに食ってる丸っこいクッキーさ。クッキーじゃない、スコーンだ。少佐、そもそもおやつではないアフタヌーンティーだ。似たようなもんだろ。違う。いいか、アフタヌーンティーはイングランドの伝統的な慣習なんだぞ。やばい、始まっちまった。スネグ、またな。アフタヌーンティーの起源はビクトリア朝時代に遡る。第7代ベッドフォード公爵夫人アンナ・マリアが。スネーク、人食いアメーバの恐怖って知ってる？いや、知らないな。ある田舎町に落ちた隕石から液状の生物が現れるの。その生物は人間を飲み込んでどんどん巨大化していく。町中の住人を飲み込んでいった挙句、最後には映画館いっぱいに溢れ出すの。この町を襲った絶対のピンチを若者が救おうとするわ。生きているはずのないものが意志を持って動いているのって怖いわよね。なかなかお目にかかることはないがね。これだ。約束は守るわ。賢者の遺産については？そのことは何も知らん。それは私を殺すのか？どうしたの？知らんのだ。遺産のことは大佐しか知らんはずだ。そう。やめろ。誰だ？あんた CIA の。なぜここに？必ず助ける。あの時そう言っただろう。上官に似て律儀な男だな。だが遅すぎたようだ。遅すぎた？まさかシャゴホッドか？その通りだ。フェーズ2の最終調整は完了してしまった。ソコロフ、フェーズ2とは一体？中距離弾道弾射程合成遠心システム、そう呼ばれている。シャゴホッドはあらゆる地表から核ミサイルを発射する核搭載戦車として設計された。だが一つだけ解決できない難問があった。現在の大陸間弾道弾はシャゴホッドへ搭載するには大きすぎたのだ。だが軍部はそれに納得せず、あくまでもアメリカ本土へ直接核ミサイルを撃ち込むことのできる兵器を要求した。そこで考案されたのがフェーズ2だ。だがシャゴホッドに大陸間弾道弾は積めないんだろう。一体どうやって？加速するんだ。シャゴホッド本体を。加速？フェーズ2ではシャゴホッド本体へロケットブースターユニットを装着する。ガガーリン少佐を宇宙へ送ったボストークロケットの技術を流用したユニットだ。このブースターによってシャ
ャグホッドは最高時速300マイル以上で地上を走ることができる。あの巨体が300マイル以上で。そうだ。そしてその高速走行状態から核ミサイルを射出する。シャゴホッド本体にロケットの1段目の代わりをさせるということか。その通りだ。シャゴホッドが射出する核ミサイルの射程距離は2500マイル程度から6000マイル以上に伸びた。6000マイル。アメリカ全土が射程に入るな。それだけではない。シャゴホッドには通常の ICBM のように巨大なミサイルサイルを建設する必要がない。約3マイルの滑走路、あるいはそれに準ずるものがあれば、この連邦のどこからでもアメリカ全域に熱核兵器を落とすことができるのだ。偵察機や衛星からも発見できない隠密展開即時発射が可能な移動核要塞。まさに悪魔の兵器か。格納庫に完成したプロトタイプがある。今のところあの一機だけだ。だがボルギンはあのプロトタイプをもとに量産化しようとしている。ソ連全土に配備を。ああ、だがそれだけではない。東欧アジア東側に属する各国へ送り込む気だ。その上シャゴホッドの提供を餌に第三世界の独裁者や民族派革命勢力に武装蜂起を促すつもりでいるらしい。奴には莫大な資金がある。量産体制はすぐに整うだろう。東西の対立が冷戦として定着したのはお互いが相手の力に恐怖したからだ。抑止、脅迫して思いとどまらせるというこの単語が冷戦という時代そのものを表している。だがシャゴホッドの存在は恫喝というレベルを凌駕している。もはや抑止は成り立たなくなる。あれが世界に解き放たれれば直ちに各地で火の手が上がるだろう。冷戦は終わり、全世界が灼熱の戦争で焼き尽くされる。ウォルギンとシャゴホッドがその中心だ。わかったろう。遅すぎたんだ。いや、まだ遅くはない。何？諦めるな。あれを破壊すればいいんだ。この施設ごと量産される前に。だがどうすればいい？この施設を破壊するには。そうだな。ロケットエンジンに使う液体燃料のタンク、あれを爆破することができれば。 C3 爆薬なら格納庫ごと吹っ飛ぶ。 C3？ 最先端のプラスティック爆弾か。自由自在に形が変わる21世紀の爆薬だ。どこにある？ここの武器庫にあったが今はない。女スパイが盗んだ。さっき来ていた。エヴァ？いや、そういう名前ではない。タチアナという女だ。ボルギンの愛人としてここに潜り込んでいる。あんたの愛人じゃないのか？私の？違う。彼女はボルギンの愛人だ。私の愛人はこれは家内と娘だ。アメリカにいる。そうだ。あんたの家族は CIA が保護している。タチアナとはいつから？ほんの数週間前だ。バーチャスミッションの数日前。あの女はフルシチョフが派遣したスパイだと言っていた。何を渡した？シャゴホッドの実験データの全てだ。必ずシャゴホッドを破壊してくれ。大切なことだ。ああ、だがまずはあんたの安全を確保する。いや、私は行かない。俺の任務はあんたを助けることだ。いいんだ。ソコロフ。フルシチョフも私を見捨てた。
国へは戻れん。シベリアの強制収容所送りだ。アメリカへは？一時はそれも考えていた。家族もアメリカにいる。しかしアメリカに逃げたとしても、私はまた新たな殺戮兵器を作る羽目になる。どこに行こうと関係ない。私は兵器開発者。正直疲れた。使われてはいけない兵器、存在してはいけない兵器を毎日開発している。毎日寝ずに。誰に褒められることもない。人のためになるものでもない。政治に利用されるだけだ。